どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前アップした黒鍵石を使ったレイアウト水槽立ち上げの動画は見ていただけたでしょうか。今回はその続きになるんで、まだ見ていない方は概要欄のリンクから見てみてください。30センチキューブ水槽のために6000円分の石を購入し、レイアウトに臨んだこの水槽。ようやく骨組みが完成したので、ついに水草の植栽に入っていきたいと思います。まだ誰もやったことがないをメインに掲げ、無謀なチャレンジをしていく所存です。この動画でこの水槽のコンセプトが披露されるので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていくんですが、前回の動画で完成したレイアウトはこちらです。黒鍵石という白い線と真っ黒で光沢のある表面が特徴的な石を使ったレイアウトに仕上げました。なんか配置がシンメトリーになりすぎてて、レイアウトの基本からは完璧にずれているとは思うんですが、まあ自分の場合はそういった形式ばったことはあまり気にせずにやっていきたいと思います。どうせ気にしたところでそれを形にするほどの技量はありませんしね。一応知識としては頭に入れておきつつ、そこまで堅苦しくないようにしています。ちなみに今回は土留めなども一切しておらず、この急斜面を維持しなければなりません。石に関しても、ただこのきつい傾斜のソイルにぶっ刺しているだけなので、このまま注水してしまってはすぐに崩壊してしまうこと間違いなし。というわけで、この状態の水槽を立ち上げる方法はたった一つ。いつものミスト式です。ミスト式立ち上げとは、通常の立ち上げとは違い、水槽内を水で満たさず、低床を湿らせ、ラップなどで保温することで湿度を高め、水上で水草を管理する立ち上げ方法です。この方法は本当に画期的で、CO2 を添加しなくても済みますし、アンモニアが大量に出る立ち上げ初期に弱い組織培養水草などにも優しい立ち上げ方法となっています。今回の水草はガチで取り扱い注意のナイーブ水草なので、いきなり注水してしまうと溶けること間違いなし。ある程度水上で根を張らせてから注水することにします。あとミスト式にした理由としては、先ほどお話ししたように、このどぎつい傾斜を維持するために水草の根っこが必要になってくるからというのもあります。それでは今回使用していく水草を紹介していきます。と、その前に面白い水草を見つけたのでそちらをお見せします。それがこちら。はつらつファームというところから販売されています。袋に入っている組織培養水草です。こちらは各種フリマサイトなどで購入することができる珍しい形の組織培養となっています。最近精力的に販売されていて、なかなか流通しない組織培養の水草を取り扱っているので、結構購入させてもらってます。ちなみに最初に発見した時は、チャームが販売しているミニカップのようなカップに入れて売られており、最近になってからこの袋タイプに移行されたようです。ここで一番初めに購入したのはロタラレディッシュの組織培養でした。結構状態も良く、価格もリーズナブルなので、その時から買ってます。映像でお見せしているグロッソスティグマホワイトは、一度チャームの福袋で購入し、きれいさっぱり溶かしてしまったので、リベンジも兼ねて買いました。ヤフオクのクーポンで安く購入できたのが良かったです。ちなみにこちらは今回は使用せず、前回同様ガラスポット内で増やせるか再度チャレンジする予定。ちょっと下葉の状態が悪いのは自分が長時間放置していたせいです。そして今回の主役となる水草はこちら。ホワイトニューラージパールグラス。これは以前ショップ購入品紹介でもお見せしたグロウォウという組織培養カップで登場した最新水草です。これと同じ白いニューラージパールグラスがこのはつらつファームさんでも取り扱っていたので購入しました。新登場からスピーディーに販売されたので、どういった理屈で培養できたのかは分かりませんが、とりあえず手持ちのものと遜色ない白さを誇っています。
正直長時間放置していたグロウォーのものより状態はすこぶるいいです。何より緑色の葉がほぼないのがグッド。最近白系水草を取り扱ってて思ったんですが、緑色が混じってると最終的に白色が緑に侵食されてただの通常種と変わらなくなっちゃうんですよね。白い葉は成長も遅いしすぐに溶けるしで停滞してしまうため、その隙に通常タイプの緑の葉が勢力を拡大するという図式です。グロウォーの場合は結構緑色も混じっているので、ここら辺は選別して対処していくほかありません。そんな感じでこちらのホワイトニューラージパールグラスも2袋購入し、手持ちのグロウォー1カップと合わせて合計3つの組織培養で今回は立ち上げていきます。というわけで早速開封していくんですが、気になるのは中身の量ですよね。実際に見てみないと内容量が分かりづらく、こういった小さいパックに入ってるとごく少量しかなさそうなイメージがあります。開封してみるとこんな感じ。結構びっちり入っており、根っこもしっかりしてます。ご覧の通り緑色の葉はほとんどなく、純粋なホワイトニューラージパールグラスといって差し支えないのではないでしょうか。もう一つの袋も開けていきます。こちらはちょっと緑色が混ざってますね。ただ思っていた以上にボリュームがありそうです。間違いなくただ細長いだけかと思っていましたが、びっちり詰まっているため開けてみると想像以上の量になっていました。続いてはグロウォーの組織培養を開封していきます。こちらは結構時間が経っており、あまり状態はよろしくありません。腐ってるわけではないので大丈夫だと思います。正直このカップは何百回と開けてきてるんで、ボリューム感は開ける前から分かってるんですが、並べてみないとちゃんとした比較になりませんよね。ピンセットで取り出してみるとこんな感じ。割とびっちり入ってますが、緑色の葉がちらほら。なんか買った時よりも白色が強くなってる気がします。これもしかして枯れてる？というわけで両方を並べてみた状態がこちら。さすがに一つだとグロウォーに負ける感じの量ですが、2つ合わせたら明らかに多いですね。刃物の仕方がカップと違ってぐるっと外周まで伸びているので、見た目以上にいっぱい詰まってます。映像だけだと分かりづらいと思うので、体感的な量をお伝えすると、はつらつファームの組織培養水草はグロウォーの4分の3くらい。2つ合わせてグロウォー 1.5 個分くらいにはなりますね。ちなみにはつらつファームの組織培養の価格は購入時確か2400円くらい。利用サイトのクーポンを使って1個1400円くらいで買ったので、実質2個3000円切り。グロウォーのカップが5000円くらいするので超お買い得でした。というわけで新たな組織培養であるはつらつファームのものとの比較も終わったところで株分けをしていきました。結果がこちら。めちゃくちゃ大量になりました。これだけあれば通常のニューラージュパールグラスだったら1ヶ月も経たないうちにもっさもさの絨毯になってますね。というか明らかにはつらつファームの方がボリュームありますね。グロウォーのは上にしか光が当たらない関係上密度が低い。ただ根っこの向きが分かりやすいからそれはそれでいいですね。そんな感じで植栽していきます。まずはいつもの浄水器でソイルを湿らせていきます。ご覧のようにえぐい傾斜がついているので、入れすぎると手前の方だけ水浸しになります。水槽立ち上げの植栽時はこの浄水器のミスト噴射が楽でいい。というわけで植栽していきます。今回は石も結構使ってレイアウトしたため、割と詰めた感じで植栽するのを心がけました。なぜなら白系水草は総じて成長が遅く、遅いだけならまだしもほとんど溶けます。難易度が格段に高いので、できるだけ密に植えることで、溶けた時のリカバリーがしやすいようにします。というか、未だにこの水槽のコンセプトを発表していなかったので、ここで発表しておきます。皆さんお気づきかとは思いますが、この水槽のコンセプトはモノクロです。白と黒がはっきりしている黒鍵石を選んだのも、
このホワイトニューラージパールグラスを使って白黒のレイアウトをしたいと思ったからなんです。レイアウト素材も白黒で水草も白、ソイルも黒なら完璧なモノクロにできるんじゃないかと睨んでます。ただ正直この水草をうまく育てられる自信もないですし、ホワイトグロッソで惨敗しているため実績もありません。それでも一度ホワイトニューラージパールグラスを買ってしまったので、それを有効活用したいと思ったんです。だいぶ無謀な挑戦ですが、チャレンジすること自体はできます。それもこれもどちらに転んでも美味しいという動画投稿者の利点があるからなせる技なんですけどね。ただわざと溶かしたりとかは一切考えてません。失敗した方がウケるとは思うんですが、そこまでもったいないことはできないですし、そもそも白い絨毯を作りたいというのはずっと前の動画でも語ってましたからね。グロッソスティグマは自分には難しかったんで、このニューラージュパールグラスでリベンジした次第です。というわけで植栽完了した状態がこちら。なかなか密に植えられたのではないでしょうか。ここから一株ずつ四方八方に伸びていってくれれば白い絨毯が拝めると思います。少なくとも根を張ってくれないことには注水ができないので、溶けずに成長してくれることを祈るのみです。管理方法は毎日換気と霧吹きです。できるだけ水はひたひたにならないように少なめで管理していきつつ状態を観察していければと思います。というかすでに楽しみすぎてワクワクしているんですが、早く白い絨毯を完成させて注水した姿を見たいですね。植栽する前からこの水槽にはこの生態を入れようとか妄想してたんで、成長するのが待ち遠しいです。皆さんもこのどう転ぶかわからない無謀な挑戦を見届けていただければと思います。